Welcome! This is an N5 Easy Japanese podcast. Japanese subtitles are provided, and you can turn on English CC for translations. And word list is in the description. Let's get started. やっほー、元気？今何してる？ポッドキャスト始めるよ。いつも聞いてくれてありがとうございます。まゆです。私のポッドキャストでは N5 レベルでわかる優しい日本語でゆっくり話します。ですから N5 レベルを勉強した方はよくわかると思いますよ。今日はシャドーイングの練習、繰り返しの練習はありません。ですから皆さんもリラックスして聞いてくださいね。私も紅茶を飲んでリラックスしてお話しします。2026年の7月から私は N4 レベルのレッスンビデオも始めます。N5 を勉強した方、そしてこのポッドキャストがよくわかる方は N4 のレッスンも楽しみにしてくださいね。さて、私は毎日いろんな国の生徒さんに日本語を教えています。私はこの仕事が大好きです。私の生徒さん、生徒 is student。学生 is a student for school。生徒 is general student。私の生徒さんたちはとても素敵な人たちがたくさんいます。一番長く教えている人は、彼女が13歳の時、私と一緒に勉強を始めて、今彼女は21歳です。大学院でアーティストになるために勉強しています。そして猫が大好きな女の子です。次に長く教えている人は、静かな自然の多い島に住んでいるロシアの人です。彼女は静かなところに住んでいますが、よく旅行をします。話を聞くのはとても楽しいです。とても素敵な人ですよ。そしてイタリア人の生徒さんは最近私と一緒に勉強を始めました。初めて会った時からとても頭が良くて素敵な人だと思いました。彼女は日本に息子さん2人と一緒に旅行をしてとても良かったですからまた行きたいです。そして次に行くときは日本語を話したいと言っています。そして彼女と話していたとき、彼女は今年の夏、イタリアに行きます。そして、彼女はスイスに住んでいます。でも、夏にイタリアに行きます。そして、スペインにも行きますと言っていました。休みが4週間ありますと言いました。私はいいですね。日本の人は、ヨーロッパの人はたくさん休みがあっていいですねと思っています。日本で働いている人は長い休みがありませんからと言いました。そして、ホリデー、休みという言葉について話しました。ホリデーという言葉は休みという意味です。でも日本にはホリデーというアイディアがありません。こうお話ししましたから、彼女はびっくりしていました。はい。日本にはホリデーというものがないんです。日本人は旅行をします。仕事や学校を休んで、そして旅行に行きます。ホリデーということは、例えばビーチに2週間行って、
ビーチで本を読んだり、海で泳いだり、お酒を飲んだり、友達や家族と美味しいものを食べたり、ゆっくりする時間です。日本で2週間休みを取るとき、多分会社を辞めなければいけないと思います。私は彼女にそう話しました。彼女はびっくりしていました。日本人はたくさん働きます。でも、ゆっくり休むことはしないんです。皆さんの国ではどうですか？休みをたくさん取ることは簡単ですか？日本では、そうですね。例えば、5日休みが欲しいと話すとき、同僚、colleagues や上司、your boss、同僚や上司にたくさん話さなければいけません。そして、5日はいいと思います。でも、例えば、1週間は難しいかもしれません。10日、2週間、ハニムーン、ハネムーンなら大丈夫かもしれません。でも本当に長い休みは難しいんです。私の娘が、3年ぐらい前にイギリスに来ました。でも彼女は店で働いていますから、休みを取るのは大変です。そして彼女がもらった休みは9日でした。9日。9 days。9日でしたから、イギリスに泊まったのは7泊、7 nights。7泊ぐらいでした。That was the best she could do. これが一番長い休みでした。そして私たちは今年の冬、日本に行きますが、娘は、じゃあ一緒に旅行をしましょう。休みを取りますと言いました。そして上司、her boss に話しました。上司に話しました。彼女はお母さんが3年ぶり、first time after 3 years、3年ぶりに日本に帰りますから、休みをくださいと言いました。彼女の上司は5日休んでもいいですよと言いました。でも、娘のご主人、my daughter's husband、娘のご主人は1日だけ休みますと言いましたから、私たちはジブリパークに行きたいです。日本人はとても真面目に働きます。長い時間働きます。でも、もっとたくさんいい仕事をしていますか？もっとお金をたくさん作っていますか？私はそう思いません。日本の経済は良くないです。去年だったと思います。日本の経済はずっと長い間、世界で3番でした。でも、去年、ドイツの方が良くなりました。そして多分来年はインドも良くなるみたいです。日本の経済はどんどん悪くなっています。日本人はたくさん働きますけど、仕事はあまりたくさんしていないみたいです。していないみたいです。みたいです。seems like していないみたいです。日本人はたくさん働きますけど、どうして経済は良くならないでしょうか？日本人はたくさん働きますけど、無駄が多いんです。無駄、waste。日本人は無駄が好きなんです。無駄が美しいという文化があります。無駄が美しい。Waste is beauty。
そうでしょうか。日本に行ったことがある人はわかりますか？例えば、デパートでプレゼントを買います。店の人はきれいな紙でとても上手にプレゼントを包みます。wrap、包みます。そしてきれいな紙の袋、paper bag、きれいな紙の袋に入れてくれます。雨が降っているときは、この袋にビニールの袋、プラスティックバッグ、ビニールの袋をつけます。そして、プレゼントのときは、もう一つ新しい紙袋をくれます。これは必要ですか？ Is it needed? 時々高いお酒や高いお菓子は木の箱に入っています。素敵な紙の箱に入っています。例えば日本で、人にお金をあげなければいけないとき、私たちはお金をそのまま、as it is、そのままあげません。これは失礼です。It's rude。お金は小さい封筒に入れます。small envelope。小さい封筒に入れます。でも封筒がないときは何か anything 紙に包みます。紙もないときは、ティッシュでもいいです。Even tissue is okay. Better than nothing. ティッシュでもいいですから、お金を包んで渡すんです。渡す、hand it over。お金を紙に包んで渡します。でも、この紙はすぐゴミになります。It's a rubbish. Straight away. これは無駄ですね。でも、これが日本人が美しいと考える文化なんです。ですから、仕事をするときも、会社で働くとき、物を売るとき、レストランでサービスするとき、無駄がたくさんあると思います。これは素敵な文化だと思います。私も無駄が大好きです。でも仕事をするとき、例えばこの仕事をするために日本人は1時間かかります。でもイタリアの人は5分でするかもしれません。それは良くないですね。仕事では無駄は良くないんです。外国の人に日本に働きに来てくださいと言って、たくさん若い外国人が日本で働いています。コンビニに行くとき、店の人は外国人です。居酒屋や、居酒屋や服の店でも外国の人がたくさん働いています。これは素晴らしいことです。It's wonderful. でも私は日本が変わることがちょっと怖いです。私はイギリスに住んでいますから。イギリスでは昔 EU に入って、entered EU に入って外国の人がたくさんイギリスに働きに来ました。そして今見てください。外国人がたくさんいて、イギリスの人はとても困っています。そして怒っています。日本でこんな問題にならないといいんですが、私は心配しています。I'm worried. それに日本は人が少なくなっています。赤ちゃんが、babies。赤ちゃんがあまりいません。若い人が結婚しません。
これは大きな問題です。そして、お年寄り、old people、お年寄りも増えています。increasing。若い人がいません。働く人がいません。日本はどうしたらいいですか？難しい問題ですね。あなたはどんなアイデアがありますか？ぜひ教えてください。私は日本はハイテクが上手ですから、例えばロボットをたくさん作って、日本の人がしたくない仕事はロボットがする。そして結婚して子供が欲しい人は働かなくていいです。日本の政治が助けなければいけないと思います。そして日本は人が少なくなっていますから、人がいない町や人があまり使わないところはどんどん小さくしなければいけないと思っています。もちろん昔から住んでいたところはとても大切です。でも国のお金ではすべての町を助けることはできないと思います。私はリタイアしたら日本に帰りたいと思っています。その時、まだ日本が素敵な国だといいなと思っています。皆さんはどう思いますか？ぜひ教えてください。では、今日のポッドキャストはここまでにしましょう。わからなかったことはぜひコメントに質問を書いてくださいね。では、次のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあまたね。バイバイ。今日も見てくれてありがとうございました。今日はちょっとおまけ、エクストラ、おまけがありますよ。最後に、今日はお友達からいただいたメロンパンをいただきます。YouTube のポストを見ましたか？私の友達は日本のメロンパンを作ったんです。パンとビスケットを使って作ります。中はふわふわ、外はカリカリ。本当に美味しいです。バターの匂い、smell、バターの匂いがします。美味しそうでしょう？あ、佐藤が来ましたよ。ちょっと待ってください。佐藤はいつも私がレッスンをしているときは静かですが、レッスンが終わって私がバイバイというのを聞いて近くに来てにゃーと言います。レッスンが終わったでしょ？ご飯をくださいと言うんです。とてもかわいいです。それから私たちの庭のお花のコーナーを見てください。これはガーデンセンターで買いました。モスフロックス。芝桜は花が終わりました。私の大好きなマーガレットも元気です。私は庭の仕事は上手じゃないですから手伝いません。夫が作っていますよ。夫はとても上手です。この木もこの花も前よりずっと大きくなりました。こちらにラベンダーもあります。これは花が咲いていませんが、こちらはたくさん咲きましたよ。いい匂いです。あ、佐藤が来ましたね。じゃあ、また次のポッドキャストも楽しみにしてくださいね。バイバイ。